1260年、クビライは、元王朝を樹立しました。クビライは、高麗と南宋王朝だけが、世界で征服されていないと信じていました。1265年、クビライは、高麗人の潮位の口から、東の海の方に、また、日本と呼ばれる国があることを知りました。日本の海賊が、しばしば高麗海岸に侵入して、それで日本を征服するという考えを生じた。もともと、クビライは戦わずして、敵を降伏させたかったので、高麗のように、日本が自分に敬意を表する使節を送ることを期待して、国敵と印皇二人を日本に派遣した。柔らかくて固く、日本が降伏を受け入れたくないのなら、武力に訴えるとほのめかした。しかし、そのような、粗野な国書は、当然日本に受け入れられませんでした。日本は、中国に従属することを望んでいませんでした。批准を何回説得しても失敗した後に、1268年、クビライは日本を攻撃するため、高麗を出発点として使用することを決定し、高麗に1000隻の軍艦を建造するよう命じました。残念ながら、1274年と1281年に日本を征服するために2回大軍が海を越えて派遣されましたが、どちらも台風に遭遇し、最終的には大きな損失を招いて失敗に終わった。台風はクビライの日本への遠征が失敗した重要な原因でしたが、それはただ中の一つ原因であり、最も根本的な原因ではありませんでした。それで、台風以外に、クビライの日本への遠征が失敗した根本的な原因は何でしたか？第一に、モンゴルの軍艦は、建造が、粗製乱造で、質も悪かった。日本に対する最初の遠征で、使用された軍艦は、高麗によって作られました。中国の造船技術は宋王朝にピークを迎え、その造船規模、質と量は他国に先んじていました。当時、中国は世界最大のセーリング艦隊と商船隊を有し、日本、北朝鮮、インド、東南アジア、さらにはアラビア、東アフリカ、その他の地域に頻繁に航海し、数多くの強風と波の試練に耐えられました。しかし、当時、造船業が発展したチャン南や中国沿岸部は、クビライに完全に征服されておらず、モンゴル人は生まれたから、草原をギャロップしており、ボートって何なのか、わからなかった。したがって、クビライは造船の仕事を、比較的高深の高麗人に引き渡さなければなりませんでした。韓国人の造船技術は、南宋と同じレベルではありませんでした。クビライは、高麗人に、半年以内に900隻の造船を供用しました。高麗は、造船に反感を抱いて、元王朝が軍隊を日本に派遣するなら、高麗はきっと参戦に巻き込まれ、重い負担をもたらすと考えられた。一方で、造船技術が遅れている高麗にとって、このような困難な作業を短期間で完了することは難しいので、高麗人は急いで乱造し、元をごまかした。考古学者は、海から引き上げたモンゴルの軍艦の残骸を注意深く研究し、モンゴルの軍艦は粗末で質が悪いことを発見しました。米国のテキサス A&M 大学の考古学者であるランドール佐々木は、1981年に高島近くの海底から引き上げた700以上のモンゴルの戦艦の残骸を分析研究した後、下のように述べた。多くのモンゴル軍艦の竜骨のリベットは密度が高すぎ、さえも同じところに5つまたは6つのリベットがある状況があります。これは、これらのリブが造船で繰り返し使用されており、竜骨自体の品質が悪いことを示しています。船の設計に関しては、ほとんどの軍艦は平底の船舶でした。
当時人気のあった水密隔液を採用していましたが、V 字型のが移行線の流骨を使用していませんでした。この構造は、元軍の管理と航海中の弾薬の積み下ろしに有利ですが、船板の構造はリブを追加するプロセスにとって変わり、主要な構造を簡素化し、船の全体的な横方向の強度を弱めます。比較的崩壊しやすく、海軍作戦に有利ではなかった。航海操作に、海の嵐に遭遇すると、結果は、想像を絶するものだった。降伏した南宋軍は、第2回東の遠征に参加し、江南の造船技術を利用したが、南宋は降伏したばかりの国であり、国を滅ぼす憎しみと、元王朝との国家的抑圧を憎んでいた。造船の品質では、粗末した違いなかった。劣った軍艦は強力な台風に遭遇し、その結果、軍全体が全滅しました。第2に、元軍の最高司令官がミスを犯し、モンゴルの兵隊と装備は、日本人より劣っていた。海戦は、陸戦とは、根本的に異なります。元軍の最初の東の遠征中、金とは、将帥と任命され、紅茶旧と劉福光は左右の副卒でした。これらの人々は、草原中の戦うは無敵ですが、海が、どのようなものかさえ知りませんでした。海戦を指揮することは言うまでもありません。少量の食料で、機動性を確保するために、彼らは主に地元の兵士や民間人を略奪することに依存しています。しかし、この二つの戦争では、モンゴル人は専門性を発揮できず、内陸の住宅地に侵入することができず、当然、略奪の可能性が失った。対馬、壱岐、高島などの島々を占領した後、しっかりとした基地を築く間に合うように陣営を設置せず、逆に、占領後の夜、軍艦が海で乱流になるのを防ぐために軍艦に戻った。早々のやったものようにチェーンを使って船をつなぎ合わせていた。これは軍隊では大きなタブーである。また、当時の日本の精錬技術は世界一流であり、高品質の鋼に加えて、日本独自の鍛えるプロセスにより、日本刀を低コストで高品質にしながら、モンゴル軍は低品質のダマスカス鋼で作った鉄刀を使用していました。多くの太刀は、切るときにブレードカールになってきた。第3に、軍隊は戦争に疲れており、戦闘精神は高くありませんでした。クビライは何年にもわたって戦争を繰り広げてきました。その結果、景気低迷、死体が至るところに横たわり、人々は悲惨な生活を送り、平和を切望していました。しかし、元王朝は人種差別政策を実施しました。契丹、女真、漢族の兵士は地位が低く、モンゴル人にいじめられ、他の民族を征服するためのポーンとしての役割を果たすことを余儀なくされました。確かに、誰も自分の命を犠牲することをしたくないから、そのような軍隊は戦闘で団結することは単に不可能です。これでわかる。当時世界中に異名を持つモンゴル人が打ち負かされたのは、拙速の戦闘計画、貧弱な戦闘指揮、劣った兵器、貧弱な兵隊、そして団結できないのチームメイトであることが分かりました。クビライの日本遠征が失敗した理由については、後世の多くの人が繰り返し話し合っており、戦艦の問題だという意見がほとんどで、元の抑圧により、高麗の造船職人が故意に質の悪い船を建造したため、元軍の遠征は失敗に終わった。チンギスカンを皮切りに、日本への遠征は、モンゴル人にとって、最も失敗した戦いとみなすことができ、それ以降、クビライが南に行って、ベトナムやミャンマーなどの東南アジアの小さな国を攻撃したでさえ、それらはすべて失敗に終わった。クビライはいろいろな打撃を受け、暴飲暴食になって、その後体重が急激に増え、最後に病死した。
最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。